今日なんですけれども、手裏剣の飛距離を伸ばすための練習方法、これを改めて考えてやっていきたいと思います。手裏剣の飛距離を伸ばすためにはどういう練習をすればいいですかという質問は、実は頻繁にいただく質問です。で、私も正直を言うと別に肩が強い方ではないので、そんなに長距離が得意ではないなんですけれども、ある程度自分の分かる範囲内でお答えできればなと思っています。飛距離を伸ばすためにあえてゆっくり手裏剣を打ってみる、これはおすすめです。例えば今2剣の距離にいます。この距離を刺そうと思った時、普段でしたらこれぐらいのスピードで打ちます。今日やるのはこれをもっとゆっくりと投げる、ゆっくりと打つ。ただしゆっくり打つといっても手の中を手裏剣が滑っていくのを感じながら打つ。気が抜けたような打ち方ではなくて、しっかりと手の中を手裏剣が滑っていく感覚を得る。その上でゆっくり打つ。このゆっくり打つというのは何が目的かというと、手裏剣をしっかりと操作する感覚を身につけること。どれぐらい手の中で滑ってどこで手から離れると手裏剣がうまく刺さるのか、その感覚を得る。あとはゆっくり飛んでいくことでこの軌道が目に見えやすくなります。手裏剣の距離を伸ばすために必要なことは、まずこの軌道をしっかりと覚えることで、どう伸びるかを考えてみると、手裏剣の場合、立って飛ぶ距離、そして倒れて刺さる距離、この距離というのがおのずと決まってます。距離を伸ばすためには必然的に立って飛ぶ距離が伸びます。つまり、何度もお話ししている直打法、直打法はこう飛ぶわけではないんです。こう立ったものが倒れていきます。で、距離を伸ばすということは、この立ったまま飛ぶ距離も伸びる、そして倒れる距離もできれば伸ばしたい。その軌道をしっかりとイメージしてください。手裏剣を始めたばかりの方、やはりこの立って打ち出すというのが難しいのではないかなと感じます。なるべく立てて打ち出す、立った距離を長くしていく。これをしっかりと目で追うために、まずはゆっくりと打つこと、これが大事になってくると思います。距離の伸ばし方の、第一としては、ゆっくり打てるようになってください。もっとゆっくりでもいいです。私が最初に始めた時、距離を伸ばす時にはこういう練習をずっとしてました。以前お話ししましたけれども、現代スポーツはフォロースルーの方で力が入るように、例えばゴルフでもテニスでも、野球のスイングもそうですよね。インパクトからそれ以降のフォロースルーでさらに力が入ったり加速したり、そういう動きが多いですが、手裏剣の場合は、剣術由来
刀と同じと思うと、刀なんかまさにそうですが、出だしから最高速で切ります。つまりリリースポイントで最高速になるように意識をするとちょっと遅いんですね。それ以降で本来であれば手のスピードが最高速になっている可能性もある。なのでこの出だしからもうよどみなく、力の分配でいうともう出だしから100から100のままこれもゆっくりは打ってますが、力はもう一定に3軒の距離にいます。3軒の距離からさらに距離を伸ばしたいとき、4軒とか5軒まで伸ばしたいときなんですけれども、強く打つよりもやはり少しゆっくりと打つ練習をしてほしい。つまり通常3軒を打つときにこれぐらいのスピードで打っているとしたら、それよりもさらに柔らかくゆっくりと打つ練習。私はこれぐらいのスピードで指す練習を最初はしました。どれぐらいの倒れ方でどう倒れたのか、どう刺さったのか、どう刺さらなかったのか、その辺をしっかりと見ています。立ったまま飛ぶ距離が長くなるというのが一つのポイントだと私は思っています。しっかりと刺さってます。あえて力の入らない姿勢を作って打つ、これは非常に有効な手段だと私は思っています。距離を伸ばす、時の目安ではないんですけれども、まずは一つ刺さるようになること。3件でしっかりと刺さるようになる。そうしたらそれをなるべく集中できるようにすること。3件でなるべく同じようなところを狙って打てるようになる。ちょっと今手裏剣同士が当たってしまいましたけれども、なるべく同じようなところを狙えるようにする。ある程度同じところに刺せるようになったら、今度はその距離から強く打てるようになる。威力を上げるのはそれからで十分です。距離を伸ばすのはそれができるようになってからで十分だと思ってます。それでも手裏剣というのは3剣から打てれば、まずはもう長距離打てるって言っていいと私は思っています。3剣というのはやっぱりそれだけ難しい距離ですし、3剣以上の距離を手裏剣を武器として戦うよりは他のものを使った方がずっと効果的だと思ってます。なので何剣届くが別に手裏剣の腕の目安にはならないとは思ってるんですが、遠い距離って打てると楽しくなってきますので、
そういう意味で伸ばしていくのはいいんじゃないかなと考えてます。飛距離を伸ばすと考えたら、飛距離を伸ばす前の限界の距離、そこをまずはしっかりと自分のものにすること。打ったら全部まずは刺さるようになる。それがなるべく集中できるようにする。それができたら威力を上げる。そこまでいってさらに飛距離を伸ばすべきだと考えています。その前段階としてこういったわざと力が入らないような状況を作って、それでもしっかりとさせるようにする。そうするとスペースがないところでも非常にいい練習になります。私やったことはないんですけど、寝ながら3剣打てるんでしょうかね。この状態でちょっとやってみます。カメラ当たったらごめんなさい。刺さった。刺さるもんですね。一応これ1本だけしか刺さってない状況でカメラを置きます。これですね。刺さるもんですね。というわけで今日は手裏剣の飛距離を伸ばすということを意識して遊んでみました。実際に3件以上、4件5件、それぐらいのスペースを確保するというのは難しいことが多いです。ですので私も5件とかあれぐらいの距離をしょっちゅう練習しているわけではありません。どちらかというと私は2件半ぐらいかな、2件から2件半ぐらいの練習がほとんどです。3件以上って実はあまり練習していません。大事なのは今自分が打っている距離をしっかりと自分のものにすることだと思ってます。例えば2件半だったら2件半でしっかりと全部刺す。全部刺した上で今度は集める。集まったら威力を上げる。その練習をどちらかというとやっています。慣れというのももちろんありますので、長い距離挑戦できる人はいいんですけれども、できない方はやはりまずそこの練習をしっかりとする。でした上で例えば距離を伸ばす時の、補助の一つとして先ほどやったように力が入らないような状況を作る。片膝つく、両膝つく、正座する。足を揃えるだけでもかなり難易度は上がると思います。そういった状況でしっかりと手裏剣を打てるようになること、そこから始めるのがいいのかなと。慌てる必要はないです。一歩一歩ゆっくり。私も正直言うと本当はもっと上手くなりたい。でもなかなか叶わないので、ちょっとずつ、本当に少しずつ練習してます。ちなみに寝ながら3件、あれは成功して自分でもびっくりしましたけど、ほぼ遊びです。あんなのは本当に遊びです。そういうふうにね、遊べる余裕がある練習ができるといいなと思いながら、毎日の練習をしています。こんな形でいろいろと遊んでいますので、もし何か興味のあるようなことがありましたら気軽にコメント欄に書き込んでみてください。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。